これを飯の種にしたんだね。この動画は陸軍特別攻撃隊深部隊隊員の証言を記録したものです。特攻隊を飯の種にしたんだね。その言葉は決して軽い怒りではありません。命を懸けて飛び立った仲間たちの使命と覚悟を胸に刻み続けてきたものだからこそ絞り出された、それは心の叫びです。特攻は志願じゃなくて命令です。現に私が命令を受けたもんだから。でも決勝までして志願した人もいます。これはもう事実ですね。朝、朝礼みたいにして集合した時に陸軍御所取り役にだけ、それから何かし名前を大体14名です。私たちの隊は14名だったですね。14名で隊長は田中栄少尉、以下深部隊に命ずると、そこまでですね。でその次の命令はもう出撃です。でその間はやっぱり 2,3 ヶ月は今日来るか明日命令が来るかと思いながら特攻の体当たりの演習ばっかりをしておりました。で体当たりの演習は一番最初頃は体当たり線で爆弾を叩きつけて敵の船すれすれに乗り越えて逃げていくというような戦法だったらしいんですけども、すぐ戦法が変わりまして、もう海上すれすれに行くっていう戦法もあったんですけども、私たちは1,000メートルぐらいから角度70度下の方で、分度器で測ってますから70度以下角度を浅くするわけにはいけませんけども、70度で突っ込んでいったら17線の翼はブルブルブルっと触れてきますですね。そして実際に100キロか150キロの爆弾をつけてその角度でいったらもう絶対助かりません。だから演習の時は全部爆弾つけないで角度だけで体当たりの姿勢だけの演習です。たった1回150キロだったと思いますが、模擬爆弾をつけて離陸と着陸だけでしたことがあります。でもこれだったらもう途中で落とされるなとその時に思いました。全く旋回とか上昇力もないし、むざむざと敵の標的になりに行くようなもんだなと思いましたですね。嫌ですね。全然戦法が違いますもん。ただ突っ込むだけだから。もうみんな命令受けてしまったからですね。一人残らず。だから周囲見てもみんなもう特攻命令受けた人間ばっかりです。一番最初頃はですね、そんなことはなくて、私、大人数がおって一部分が特攻命令を受けたその時はですね、やっぱり命令を受けた人間はもう足震えていましたですね。ガタガタガタ。そして兵舎に帰ってきても物を言わないんですね。もう黙って。で私物の整理。普段はおだばなし、する中ですけども、もうそういう雰囲気じゃないんですね。もうなんていうかな、黙ってしまって自分の私物をさっさ片付けてる。なんていうこっちからなんて言葉かけようもないんですよね。そういうふうな初め頃はそういうふうな。それからどんどん
命令が出て、人数が増えていく頃には、そりゃ死にたくねえな、死にたくねえなっていう信用もありましたですね。それからこの特攻にいよいよ私の舞台から出る時にここに乗って私が私物を持っていく時のもうこれはプロペラブーッと回ってますから声は聞こえないんですけども、ありがとうっていうのは聞こえたんですね。口で分かったんですけども、来るなって、もう来るなよって、お前たち来るなっていう口の動き具合でですね、ああ、来るなって言ったな。私たちも、そういうふうに言ってましたからですね。やっぱり、京都出身の、大石っていう、これは、もう私の顔ばじーっと見て、目と目ば合わせてですね、言葉は出なくても、やっぱり、口の動きでわかるんですけども。同じです。年は。14期はみんな年同じです。寅年ですから。で、去年、この大石の妹さんから電話が鳴って、京都からですね、兄がお世話になりましたって言われて。これが私たちの隊14名。生き残ったんです。でも今は全部亡くなりました。私一人生き残ってます。ないです。もう無条件っていうか、もういやもうもないんですよ。もう命令です。初めから。行くのが当たり前だっていうような言葉ですね。だから死にたくねえな、死にたくねえなって本音ではやっぱり同期生同士ではですね。そうですね。女性の手も握ったことない、もう本当16から入ってるからですよ。そういうふうな女性と接触をする機会は全然ないんですね。だからまあ嫁さん子供もいないだろうし、それで亡くなったんですよね。もう当時の雰囲気では半ば諦めですね。命令を受けたらですよ、何かこう自分でこう決心しないかんことがあるんですよね。はがくれを読んだりなんかもしたんですけども、いや死ぬことと見つけたりなんて言われたって分かるわけないしですね。若くはあるし、あんまり難しい言葉もまだ分からないし、結局は諦めですね。もう最後に行き着くところは諦めしかないんです。だからここにもちょっと書いてるんですけども、これ飛んでいく時に諦めと未練心と使命感とこの3つは飛行機の中に飛んでいきながら持ってるんですね。諦めは最後まで。
未練心と使命感っていうのも持ってるんですよ。でも、もう途中でこの未練心と使命感は捨てていくんですよね。そしてもう最後にもう敵が見えるっていう時に諦めっていうのが出てくるんです。だからみんな私がこうだからみんながそうだろうと思うけれどもやっぱりこれしか考えられないです。いや怖いですよそれは。怖いと未練がありますですね。さっきのあれともう未練とそれから恐怖心とそれからある程度の使命感も多少あるから行くからにはもう使命感持たんことにはしようがないからぶつかる相手を強沈させるとかなんてそんな大それたことはもう私たちがもう最後頃になったらですねほとんど90% は途中で落とされるということが分かってたんですよ。だから雲がその辺にあってくれりゃいいけどなその時は助かるかもわからんなっていうふうなことは考えてましたですね。逃げられないです。日本は特にほら家族親兄弟友達がおるでしょ。自分が卑怯なことしたらね顔向けでけんというそれもあるしですねそれもやっぱり縛ったもう自分一人死ねばもう済むんだっていうそれも諦めですね。俺も後から行くからなっていう、ね、散る桜残る桜も散る桜ってあるでしょ。あれと同じですよ。どうせ俺も後から行くんだからっていう、ね。以上ね。私は白神でした。もう白神だったら見ながら読む人によって気持ちがわかるでしょ。そして私たちもまだ若いし文章も下手だしそんな立派なことは書けないしですね、ただ白紙を見ながら親が思ってくれるならその通りでいいという気持ちだったんですね。だから下手なこと書いたら没収されるんですよね。天皇陛下万歳で、みんながごちんの平和って平和って書いたら立派なことで飾ってもらえるんですよね。あれは嘘とは思えんけども、嘘じゃないけれども本音でもないって私は思うんですね。チランにもいっぱい飾ってあるんですよね。あれ全部が本当っては思わんけどもね。まあ昔は侍は切腹したなんかする人もおったくらいだから、それは当時のもおっただろうけども、途中で落とされるというのも百も承知で内緒書けるわけないと私は思うんですね。6月の20何日かです。だから渡航を解除するって言われてそして満州の真ん中辺に私たちいたんですけども南部の方に移動させられたんですよ。助かったと万歳ということだったですね。でも表面的にはそれ言えないから自分の心の中だけで「わあ助かったなこれで生きて帰れるな」ってもう後先考えないです。だから死刑台から降りたような気分っていうのはそんなところですね。そして特攻一応やめた6月から1月1ヶ月半ばかりあってですね終戦まで。そして終戦はもう何て言うんですかあれ洋介が根こそぎ何年かで持って行ってその作業させられて
そしてシベリアに行って、シベリアの抑留された収容所はもう同じじゃないんですよ。段階があるんですね。私たちが決めるわけやなし、向こうが決めるわけやなし、もう貨車で行ったところ、運次第ですね。それが私たちがあんまり良くなかったんですが、収容所が。ややっていう。で、白夜はあるしですね。で、以下、マイナスの63度まで下がります。マイナス63度まで下がっても、その前後、ずっとやっぱりマイナス40度とか50度はずっと続いてますからですね。ものすごい寒いところですね。あの日、命を懸けて飛び立った仲間たち。生きて戻った者にしか語れない、重みのある証言。特攻隊を飯の種にしたんだね。それは、自らの体験と、戦友たちへの深い思いがあってこその言葉。今を生きる私たちは、その言葉にどう向き合うべきでしょうか。語るとは何か。受け継ぐとはどういうことか。どうか、この証言をきっかけに、一度立ち止まって考えてみてください。